はい、どうもってるんです。本日なんですけども、暑いね。もう毎日灼熱。もうこんな暑い日には、揚げ物。それでは作っていきましょうか。本日なんですけども、こちらがですね、前回動画で作った牛すじ煮込み。その時に牛すじを煮込んだ赤味噌ですね。具体的に中の分量比としては、豚骨スープ1リットル、赤味噌 1kg、お酒 500g、きび砂糖というか黒糖が 500g。こちらが入ってます。で、こちらをほとんど火入れせずに一度牛すじを加えて煮立たせただけなんですけど、その時におそらく牛すじからのコラーゲンですね。コラーゲンというかもうゼラチン化してるね。もうほぼゼラチンかな。そのゼラチンが溶け出してるので、もうこの通り煮こごりになってます。で、こちらの赤味噌を使って今回何を作っていくのかと申しますと、串カツというか味噌カツですね。そうだ、串カツは大阪だ。ですので今回味噌カツということで、こちらは今ロース肉ですけども、今冷蔵庫の中にでっかい豚バラ肉も入ってますんでね、多分豚バラの方がメインになるかな。そちらに衣を打ってあげてお味噌をつけていただきましょう。でもちろんこちらのお肉だけではなくて、他にもちょっとですけどお魚とかお野菜もね、ご用意がありますので、そちらも味噌カツにしていきましょう。ではまず何をしていくのかというと、こちらの赤味噌、こちらを味噌カツ用にちょっと味整えていきますね。じゃあまずこちら冷えてプルプルなので、ちょっとぬくめられるようにお鍋に移しまして、で今2つのお鍋に分けているのちょっと理由があってですね、前回の牛すじ動画の時にものすごくありがたいコメントいただいたんですよ。それがこちらの赤味噌を火にかけてじっくり煮込めば煮込むほどコクだったりそういったものが出るんですって。僕自身はどうしてもお味噌を長時間火にかけたくない病が発症しちゃうので、前回作った時本当に必要最低限な火入れだけで作ったんですよ。もう本当中に入っているお酒のアルコールを煮切るくらいで。でもこの赤味噌は火にかけた方がコクが出るんですって。ですのでそれを確かめたいというか実感したいので、こちらはこの後お醤油なんかを加えるので、それをやりやすいように味見しやすいように一度火にかけるだけで、こちらは水を加えながら結構長時間グツグツやろうと思います。で、最終的な重量を同じにして食べ比べみたいなね、そんな感じで考えてます。で、今回こちらの赤味噌自体は牛すじ煮込みの時にあんまり激しい味付けにしたくなかったので、お醤油とかそういったものは一切加えてないんですよね。塩分は本当お味噌だけですので。ただ今回はソースなので、こちらちょっとお醤油なんかが入ってパンチのある方がいいかなと思ったので、一度こちらを火にかけまして、沸いたらここにお醤油を自分のお好みの量だけ。濃い口醤油を 50g と、ちょっと隠し味にウスターソース。どうしてもこのままだとね、スパイス感がないのでね、まあないならないでもいいんですけど、スパイス感はいいんじゃないですか。じゃあ同じくこちらにも同じ分量加えて、でこちらにはお水、あとはこちらをコト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 煮込むだけ。さっきのあまり煮込んでない方と質量が同じになるまで。で今は水分たっぷりなのでそんなに焦げつくことはないんですけど、一応この鍋肌ここだけは10分に1回とかケアしてあげながら、煮込み時間はそうですね、できるだけ長く取りたいので、お水が煮詰まってきたら水を加えてっていうことを繰り返しながら、とりあえず6時間ちょっと煮込んでみます。というわけでだいたい15時間ほど煮込んじゃった。ちょっとやりすぎたかな。というわけで、ほぼ同じ重量になりましたので、食べ比べタイムって思ったのが、こちらじっくりと加熱しましたので、なんていうかね、豚骨スープとか鶏ガラスープを取った時と同じようにちょっとこう分離するというのかな、油と水に。なので今表面にちょっと油が浮いてるんですよね。多分もう一度バッカ沸かせば中にね乳化すると思いますけど、まあでも取るほどでもないかなということでこのまんまいきます。じゃあまずあんまり加熱していない方。うまい、超うまい。もう僕はこの味を知ってますからね、めっちゃうまいわ。で続いて10時間以上加熱した方。なるほどね。
こういう感じになるのね。結論から申し上げますと、僕こっちの方が好き。香り飛んでるか飛んでないかで言うと、正直多分加熱しすぎでしょうね。香り飛んでます。明らかにお味噌っていうかこのタレを飲み込んだ後の香りの推移っていうのが、こちらはすごくふくよかにずっと残ってくれるんですけど、この子はストンと終わりますもんね。鼻から味噌の香りがあまり抜けないというか、いやそれでも十二分抜けるんですよ。十二分に抜けるんだけど、やっぱこっちの方が残るよねっていう感じですね。で、僕一般的な信州味噌とか麦味噌とか、一般的なこういう茶色いお味噌を十何時間炊いたことないんでわかんないんですけど、多分ですけど、この茶色いお味噌でこんだけ煮込んだらもっと香り抜けてると思うんですよ。それでもこれだけ香りが残ってるってことは、赤味噌ってこう長時間の煮込みとかにすごく適したお味噌なんだなっていうのを今すごく感じました。で、おそらく長時間煮込むことでコクが出るよっていうのは、これだけ加熱に耐えられる、香りを飛ばさずに耐えられる赤味噌だからこそ、いろんな具材とかを加えた状態で長時間煮込んでも香りが残るから、それだけいろんな食材のね、味とかスープがもちろん出ていくわけでしょうから、それでコク出るよねっていう話なのかな。今の印象としては、ただお水を加えて煮込んでかさを減らしただけなので、コクが出ているというよりかは、ちょっとお味噌の香りが抜けて、でこの中に入っているお醤油とかお味噌とか、そういったチクチクしたもの、そういったものの角が全部取れて、すごくまろやかになってます。で、このまろやかになった状態をコクというのはちょっと違うのかなって僕は思うかな。明らかにこちらの方が香りの奥行きとか甘さの奥行きがあるように僕は感じるので、好みはこちらですけど、もしかしたら1週間後にはこっちが好きって言ってるかもしれないです。もう日による。だから結論申し上げられるのは、僕みたいにお味噌の香りでパイルドライバー食らいたいなという方は、あまり加熱をしすぎないようにして、もっとまろやかに角が取れた赤味噌が作りたい方は、1時間でもいいからちょっと加熱してあげると角取れるんじゃないかなと思います。よし、では長くなりましたけども、ここからはいよいよカツ、こちらを作ってまいります。ではまず豚バラから参りましょうか。ちなみに今回のが千葉県産の芋豚ですね。でこちら豚バラってもうちょっと大きな塊をしてるんですけど、それのうち頭側ですね、この下駄があるのが頭側で、お尻側はもうちょっと薄くなっていて、もうちょっとこのビラビラも大きいのがドンとつきますよね。でこっちの下駄のある頭側の方が、僕としてはこう脂身がしっかりと入って肉厚なので僕は好きです。でももっとヘルシーに食べたいわっていう方はお尻側をチョイスしてくださいね。じゃあではまずは今回食べやすいように串に打ってあげようと思ってるんですけど、串打つ時多分ここ外れちゃいそうなので、ちょっとここ外しますね。でここも普通に美味しいので、焼肉なり野菜炒めなり何なりと使ってください。そしたらあとはこちらを適当な大きさにトントントンと切れば、皆さんがスーパーでよく見る豚バラブロックっていう感じなんですけど、ちょっと大きくて扱いにくいので、まずは半分ので、今回この下駄の骨肌多分揚げるのでそんなに気にならないかなと思うので、あとはもう何も考えずだいたい1センチ幅くらいにカットしまして、でもこうやって切るとあれですね、芋豚ってちょっと身が薄いのかな。僕の印象、もっともっとこの頭側ってもっと分厚い印象があるんですけど、ちょっと小ぶりで可愛いなっていう印象です。あとはこれを串に打っていくだけですね。はい、こんな感じで。で一応揚げてる時にすっぽ抜けないように、一応こう波打つわけじゃないですけど、こう縫うようにしてこうやって揚げた方が多分途中ですっぽ抜けづらくなるかなと思います。焼き鳥屋さんとかこうしますもんね。で焼き鳥とかだとこういった端っこの部分焦げやすいのでこう落としたくなるんですけど、ただ今回は衣打って揚げるので、適当でいいかなと思います。
見る人から見たらね、いや脂身多すぎやろって思われそうですけど、僕はこのぐらい脂身が多い方が好きで、続いての部位がロースですね。さっぱり食べたい方はこういったロースとかね、あとヒレ肉とか使ってくださいね。じゃあこちらも1センチ幅くらいにカットして、多分合ってると思うんですけど、こちら側が頭側からお尻側に向かうにつれて、こういう風に断面が変わっていくと思うんですけど、よく生姜焼きなんかで見るこういった感じの赤身って感じの見た目で、それからもうちょっとこう筋がばっこり入って全体的に白っぽくなる見た目、僕こっちの方が好きなんですよね。皆さんどうです？こっちはこっちでね、さっぱりして美味しいですけど、ヒレっぽくて。ではこちらは特に筋切りなんかもすることなく、まずは縦に大きさを揃えの、ステーキだとこの筋が集まっているこことかは結構火が通りにくかったりするんで、ここはここで先にここだけ焼いてね、油出したり、ここはカリッと焼いたりしながら、その油でこっちを焼くとかっていう方法もあったりするんですけど、今回はもう揚げちゃうので、多分そこまで筋も気にならんだろうということで、はい、適当。ではこちらも串に刺して、で今回これとは別にヒレ肉なんかもね購入してたんですけど、意外とバラが結構串取れましたね。多分合計で70本80本ぐらいもうできそうなので、お肉はこれにて終了。こちらは出番が来るまで冷蔵庫で待機。では続きましてがお野菜部門。もう味噌カツは何をあげても美味しいですからね。で今回お野菜部門からは普通の一般的なお茄子と白茄子で、トロットロなお茄子がお好きな方は長茄子とか大長茄子とか赤茄子とか、こういう一般的なお茄子、こういったものを使われてください。でもっと果肉のプリッと感とかが味わいたい方はベイナスとか、あとゼブラナス、それからこういった白ナス、こういったものを使われるといいと思います。で今はもうね、植物の栽培技術がね格段に上がってますんで、こういう一般的なおナスはもうアク抜きの水にさらすとか多分しなくていいと思います。昔のはね、もう切ったらもう断面からすぐ茶色くなってましたけど、今のは全然なんでね。ただこういった白ナス、ゼブラナス、こういったおナスは結構アク強めなので、気になる方は水にさらしてください。でも変色しても衣つけてあげるので多分そんなに気にならないと思います。香りが抜けるよりかはよかろうっていう精神でいきます今回。じゃあまずおナスは半分。はい、串に刺して終了。で白ナスは結構皮しっかりしてるので、気になる方はピーラーで部分的に剥いてもらったらいいと思います。僕はもう顎がゴリラなのでそんなに気にならないのでそのまんま。じゃああとは食べやすいサイズ感にカットしていただいて、はい、串に打つだけで、おナス中心部分はこう綿感がすごく強くなるので、どちらかというと皮肌ぐらいから刺してもらった方が安定はすると思います。皮肌というか皮ぎしかな。では最後が海鮮部門ですね。こちらでっかいエビ、これは何なんだろうか。シータイガーなのかな。いやブラックタイガーだ。ブラックタイガーのすごく大きなやつですね。ではこういったエビとか甲殻類系は流水解凍が定石ですんで、はい、ちょろちょろちょろ。で無事解凍も済みましたので、今回動画では多分使用しないと思うんですけど、プライベートでエビの頭のお味噌汁飲みたいので、ちょっと邪魔になるヒゲとこの触覚の部分、ここは落としちゃって、で今回はよりちょっと身を多く残せるように、このエビの頭の隙間から
せーの。スポンと抜く感じで。で、僕ちょっと前にセコガニの茹でガニをスーパーで購入して、それを十何杯食べた時に全身にジンマシン出たんですよ。でね、僕もついに甲殻類アレルギー出たかと思って、エビとカニ好きだったのになと思ってたんですけど、ついこの間ね、アレルギーだと思ってから日が浅かったもんで、普通にお寿司屋さんでボタンエビをね食べたんです。卵付きで。したら全然ジンマシン出なくて、多分僕あの時購入したセコガニの鮮度が結構下がってて、もう特売で売られてたからね、1杯150円とかで売られてたから、多分ヒスタミンに当たったんだと思います。カツオとかマグロとか、あと甲殻類とかがね、鮮度が下がってくるとヒスタミン中毒っていうのを起こすんですけど、それも同じくジンマシン出るんですよ。で、多分僕それなんじゃないかなと思って、あの後もうちょこちょこ甲殻類食べてるんですけど、未だにアレルギー反応出てないので、多分大丈夫なはず。これツイッターで報告してたので、エビさばいてタニアン大丈夫って思われた方、多分大丈夫です。こんだけエビが大きいから、こっちのお腹側も入れたいな。せーの。で、エビ食べるとき、この上の殻をパカッと開いて、でこの目とかがあるところはほとんど食べるとこないので、ここの関節でパチンと落としてあげるとエビ味噌チューチューはしやすいかなと思います。で、この時エビの頭のこの頭のトゲ、ここかなり痛いので、ここで手を刺さないようにお気をつけくださいね。でもなんかもったいなく感じてきたな。ちょっとこちらの味噌の部分、ここだけちょっとほじくり出して、でこちらはお味噌汁に使うとして、でこっちの剥いた柄、これ天ぷら屋さんとかで車エビのここだけをカリッカリに揚げてくれるお店結構多いんですけど、僕それ大好きなんですよ。でこれだけ大きいとできるか分かんないですけど、ちょっとこれ揚げてみます。多分黒くなるかな。でもエビって結構すぐ黒くなるんでね。そしたらあとは普通に殻を剥いて、あとはエビの先端のここ包丁でドスンと落としてもいいんですけど、あまり包丁を傷つけたくないので、もうハサミでこうやってカットしてあげるだけ。有名な話ですけど、ここに水分溜まってるんでね、この水分で揚げた時にバチャバチャになりますよっていうことです。そしてあと見た目的にもね、ここ切ってあげた方が揃ってすごく綺麗ですんでね。であとは背わたを取るだけですね。これいけるかな。小さなエビだとここの尻尾が12345って5枚あるうちの真ん中、ここパキッと折っちゃって、てか折り取って、でここから見えているこの背わた、これをスポンと抜けるんですけど、これいけるかな。いける。はい、背わたゲット。これ鮮度が下がってくると綿自体が緩くなってブチッとちぎれちゃうんですけど、鮮度がいいところでできるんですよね。この子はいけんかった。いけなかった子はしょうがないので竹串で。では最後にこちらの足側にこう丸まらないように切り込みを入れてちょっとのす。天ぷら屋さんなんかこうグッグッグッと押してますけどね、僕はこうキャメルクラッチをするぐらいでいつも止めてます。なんか身がぐちゃぐちゃになるのがあんまり好きじゃなくて。でこちらは特に竹串なんかは打とうと思ってないので、こちらで OK。 でこちら事後報告になりますけども、このエビの味噌とか頭とかでお出汁を取るとき、最初にこのお鍋でこう焼き付けるというか空入りするように水分しっかりと飛ばしてからお水を加えてあげると、臭みが取れてちょっと香ばしい風味もついて美味しくなるかなと思います。よし、夜食完成。よし、じゃあ最後お口の潤い。せっかくねエビ味噌の味噌汁も作ったのに、なぜ他のものを作るんだいって話ですけども、今回作っている愛知県の味噌カツ、それに合わせるならやっぱ愛知県っぽいものがいいな、でなおかつ季節っぽいものがいいなということで、本日は冬瓜汁でございます。愛知県って沖縄県に次ぐ第2位なんですって、生産量が冬瓜の。
で昔からこの暑い時期になると冬瓜を食べて暑気払いというかね、夏の暑さをしのいでいたっていう感じらしいですよ。で冬瓜だけじゃなくて、例えばきゅうりとか、あと普通のウリとか、こういったウリ科のお野菜って結構カリウムなんかも含むので、夏場ねミネラル分が汗と一緒にこう流れがちですけど、そこのねミネラル補給もできますからね、しっかりカリウム取らないと結構ね手足がつったりとかね、結構大変なんでね、皆さんもウリ科夏場はね結構おすすめですよ。で今回冬瓜ではないんですけど、せーの、こちらがウリですね。もうこの時期になると結構こういう風にねまとめ売りされてますけど、今回こちらこの量で300円でございました。安いね。でウリはねそんなに足が速くないというか、ある程度冷暗所に置いておけばね日持ちもするので、結構こういうまとめ買いおすすめですよ。で今回の冬瓜汁に使っていく具材がこちらからウリ、鶏もも肉、干し椎茸。ちょっと僕愛知県で本場の冬瓜汁いただいたことないので、今回農林水産省のホームページから撮ってます。よし、ならばまずはこちらのウリ。冬瓜なんかも一応皮は食べられるんですけど、特に揚げたりする時なんかは皮付きで揚げても全然問題なかったりするんですけど、煮込むってなると食べられるけど中の身ってトロットロになるのに対して結構皮ってシャキッと感が残るので、そこのね食感の違いを皆さんがどう捉えるかっていう話になると思います。僕は自分自身で食べるんなら多分皮付きでね調理すると思いますけど、誰かに振り舞うってなったら皮剥くかな。でこちらの皮もちょっと塩もみして水分抜いてあげればね、大根の皮とかと同じように酢の物とか、あとお漬物、和え物何でも使えると思います。じゃあ天と地を落としの、はい、半分に割りの、こちらの中の種、こちらを大体どこのご家庭にもある魚の骨抜きのここを使って抜いていきます。スプーンでもいいんですけど、こっちの方が気持ちいいですよ。こういう感じで。でこちらをさっと水洗いして、あとは食べやすい大きさにザクザクザク。でこちらこの後30分ほど煮込んで仕上げるので、ある程度形は大きめでいいと思います。このくらい。では続いて干し椎茸。でこちら干し椎茸を選ぶ際、同じ金額の商品があるんであれば、僕だったらこういう風に割れてるやつ、綺麗に、一般的にこういった乾燥椎茸とかどんことかって言われるやつ、こういう風に綺麗に割れてるやつのことを花が咲いたような干し椎茸って意味で花どんこって言ったりするんですけど、こういう風に綺麗に割れてるやつが綺麗に大きく育って傘がパキッと割れて、で香りも良くて、で肉厚でって言われますよね。だから大分県なんかに行くと贈答用の切り箱に入ったような干し椎茸、あれほんと綺麗に全部割れてますもんね。なので同じ金額の商品で選ぶんであれば、こういう風に綺麗に割れてるやつ、そちらを選ぶとよろしいかと思います。じゃあ石突きと軸、こちらは外して、こちらはなんかお味噌汁がなんかに。で傘はどんぐらいだろう、5ミリ幅ぐらい、食べやすいサイズ感にカットしていただいて、はい、最後鶏もも肉。ちょっと今回骨付き肉なので骨外していきますね。まずは骨の上に1本、この関節に1本ズドン。ここの関節が決まったら、はい、骨をグリン、骨周りの筋をカットして、はい、骨がグラグラになったら骨押さえてビビビビビ。でこちら最後まで引っ張るとお肉がここの筋でベリッと持っていかれるので、ここまで引っ張ったらあとはこっち側の筋を外すだけ。
したらお次がこっちの足首側。足首側はここの足首の付け根に包丁の背を使って、せーの、これで骨が割れるので、骨が割れたらこの骨と並行して1本強い筋というか細い骨が入ってるので、触るとここ硬いなっていうのがあると思います。これだとこの白いやつですね。これを包丁で露呈させてあげて、この細い骨と太い骨を合わせて包丁で押さえて身を持ち上げると、お肉がベリベリっと剥がれるので、こちらも骨の最後まで来たら無理に引っ張らずにこの筋をカット。こうしてあげると身のロス少なく鶏の骨が剥がせると思います。で最後に骨でパーンと割った先、ここはまだ骨があるのでここは外しちゃって、でなおかつ1本2本とあった骨のこの関節部分の下、ここに居酒屋の定番もも軟骨があるので、ここを外してあげるだけ。じゃあ今回はこの関節でまず1本落としの、足首側は4ブロックに分けて、で太もも側は身の厚いところとそうじゃないところとで5等分で、今回計9等分ぐらいでいこうと思います。で今回こちらの鶏もも肉のうち骨は外しましたけど、ここの足首、ここはね皮が分厚くて美味しいのでね、ここはハミハミするようで一応残してます。それではここから冬瓜汁を煮込んでまいりますので、今回の調味料たちをせーの。こちらからしいたけの戻し汁、薄口醤油、みりん、お酒、お塩、水溶き片栗粉で、今回の分量が1対1対1対適量。農水省のホームページだと実際はね、こちら酒とみりんが同割で、こちらの比率よりもちょっとお酒少なかったりしたんですけど、もう分かりづらいので111でこの調味料たちをこのだし汁で伸ばすっていう感じです。ただこちら原液で使うとかなり濃いので、もうお水で3倍ぐらいに伸ばしながら使っていこうかなと思います。いや3倍と言わず4倍ぐらいでいいね。でこちらの冬瓜汁、見た感じだとカツオとか昆布のこういった合わせだしではなくてしいたけのお出汁を使うんですって。でもなんかこのしいたけだしを使うっていうのがまたいいですよね。東海地方とかの岐阜県とかね、しいたけの栽培がね結構有名だったりしますもんね。旬ならばお鍋に薄口醤油とみりん、それからお酒と今回のしいたけの戻し汁、こちらをこしながら、そしたらまた冷たいうちにうり、それからしいたけ、こちらは加えて、着火で今回の鶏肉、ホームページのレシピだとこちらも一緒に加えて30分近く煮るんですけど、僕はね鶏肉あんまり煮込みすぎないプリップリが好きだったりするので、今回一番最後に加えます。ただこちらの皮というか骨、ここはいい出汁出るのでここだけ先に入れときます。はい、では沸いてきましたので、このままアクを取りつつコト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 30分。どうしても鶏の骨が入ってるんでね、ちょっと茶色っぽいアクが出ますね。でちょっと申し伝え忘れてましたけど、この時の薄口醤油とかみりんとかは全然控えめで大丈夫だと思います。後からね味を追加することはできるので、ただこの状態でしょっぱくなってるとなかなか調整が難しいので、初めは控えめで大丈夫だと思います。実際今ちょっと味を見てみて、僕の好み的にもうちょっとみりんとか薄口醤油足すと思います。はい、ではうりも柔らかく煮えましたので、あとは味を見つつ
今ちょっと乾燥しいたけからくるちょっと酸味に似たお出汁を強くパーンと感じるので、その角を取るという意味でお砂糖、こちらをちょぴっと。で塩分的にもまだまだ甘いので、あとはお塩で塩分調整で、今の段階だと結構優しいというか、一応鶏の骨も入ってるんですけど、量があまりにも少なすぎて、なんかこう精進料理みたいな、なんかちょっとこう物足りないなっていう感じがすごいあるんですけど、ここにね最後鶏肉を加えると鶏肉からねいいお出汁が出ますんで、きっと満足感は上がるはずというわけで、最後に鶏肉。そしたらもう鶏肉にそんなに火は入れたくないので、もうこの状態で水溶き片栗粉、実際にはこちらくず粉なんですけども、あとは優しく混ぜながら沸くのを待って、もうなんだったら先に水溶き片栗粉でとろみをつけてから鶏肉を入れたいぐらいですもんね、僕は。では沸いてきましたので、くず粉にしっかりと火を加えてあげて、お好みのとろみ具合がつけば OK。 うまっ。さっきまでとは別物で、僕最近片栗粉じゃなくてこの吉野くずでねとろみをつけることが多いんですけど、これでとろみをつけたお料理のことを和食では吉野仕立てって表現するので、今回のこちらは冬瓜汁吉野仕立てっていう感じになりますね。水溶き片栗粉とそんなに変わらないんですけどね、名前がかっこよくなります。では最後、今回の串たちの衣付けですね。で今回は小麦粉はたいて卵くぐらせてパン粉じゃなくて、よりスピーディーにバッター液でいきます。でバッター液の覚え方は簡単です。こちら1個 50g と仮定して、卵 50g、 小麦粉 50g、 お水 50g です。すごく覚えやすいですね。でケチくさいかもしれんですけど、卵を割るじゃないですか。割ると大体こういう感じでね、この天と地にね白身が残ってたりするので、そこまでこそぎ出してあげるとロスが少ないかなと思います。本来はね卵とお水でまず溶いて、でそれから小麦粉加えてってやるんですけど、ちょっとめんどくさかったのでもうまとめてやっちゃいます。でちょっと重たいな、ドロドロしすぎだなと思ったらお水を加えてもらったり、ちょっと緩いなと思ったら小麦粉を足してもらったり、軽く微調整は必要かなとは思いますけども、大体この比率でいけると思います。でちょっとくらいダマが残ってても気にしない。で今回パン粉は生パン粉じゃなくてドライパン粉でね、生パン粉も美味しいんですけどね、でも個人的にはこの粒の細かいドライパン粉の方が僕は味噌カツとか串カツは合うような気がする。特に大阪の串カツとかめっちゃ細かいですもんね。衣好きで、衣はケチらない。こちら余ったら余ったで、もうこのまま広げて冷蔵庫に入れとけばずっとねパラッパラなままなので、もし衛生的に怖い場合はね一回フライパンで空炒りしちゃえばいいんでね。そしたら天ぷらと違って今回はカツレツなので、まずは下味の塩コショウ、でこちら容器は普通の塩コショウなんですけど、これ中身自分でブレンドした谷崎の塩で、中に塩、ホワイトペッパー、ブラックペッパー、ガーリックパウダーで山椒の実と昆布茶がちょっとで、それからボッタルガが入ってます。で結構塩分控えめなので僕はガンガン振りますけど、あくまでも下味ですんでね、このぐらい塩コショウ打ったら多分しょっぱいかもしれない、皆さんは。はい、では続いてエビフライ。いやでっかいね、夢がある。でお茄子は塩コショウ弾いちゃいそうなので、下味はなしでいきますね。
で一応生活の知恵、僕今結構たっぷりめのパン粉でつけてると思うんですけど、もう言うてもそんなにいっぱいうちパン粉ないよとか、もうパン粉のストックがないからもうここにあるこれだけの量で衣つけなきゃいけないよっていう場合、こういうバットだとなかなかこう衣つけづらいので、ボウルでもう最後このくらいのパン粉だとしたら、はい、バッター液にくぐらせて、でこのボウルの中でフリフリする。こうすると少ないパン粉でもね、綺麗にまんべんなく衣がつけれるかなと思います。で最後ちょっと忘れておりました。エビフライの他にヒレのついた魚が欲しいなと思ってこちら買ってたんですよね。こちらパンガシウスです。この時期脂が乗って美味しくて、火を通して揚げ物にしてもパサパサしない食べ物って何かなって探してた時に、初めタチウオを選んでたんですよ。タチウオって火を通してもね、パサパサにならないから、すごくしっとりとしたね、密質が特徴だったりもするんですけど、まあタチウオは高いよねと。でそれからマナガツオも考えたんですけど、マナガツオは余計に高いですもんね。でいろいろと探してて、あ、この子いいじゃんと思って今回目星をつけたのがパンガシウスです。よくスーパーで骨取り白身魚ってパンガシウスって書いてあったり、バサって書かれてあったりすると思うんですけど、結構このお魚好きな方も多いはず。でもなんかよく分かってない魚だからちょっとまだ手に取ったことないわっていう方も多いはず。このパンガシウス、ナマズです。現地のタイなんかではめちゃくちゃポピュラーで、もうスーパーには必ず並んでるっていうぐらいのお魚です。でバサーとかパンガシウスってどっちってお話ですけど、パンガシウスっていうのが種族名と思ってください。ナマズ目パンガシウス科に属しているお魚たちを総称してパンガシウスで、このパンガシウスもう完全養殖が可能で、世界的にもものすごく流通量の多い養殖魚なんですけど、代表的なのはカイヤンって言われる種と、あとバサって言われる種。日本ではバサをよく見かけるんじゃないですかね。でカイヤンもバサもこのパンガシウスの見た目すごい可愛くて、頭はこう潰れてるんですよね、ナマズみたいに。でもお腹というか体は普通の魚みたいにこう高いというか、こうどちらかというと船みたいな形してるんですけど、頭は潰れてるんですよ。でこの子はだいたいそうね、だいたい全長で60センチくらいのバサだと思うんですけど、このバサもカイヤンも最大サイズで 1m20 とかそのくらいまでいくらしいです。で釣りがお好きな方とか生き物がお好きな方だったら聞いたことがあると思うんですけど、メコンオオナマズっていうめちゃくちゃ大きくなるナマズがいて、最大サイズ 3m 重量 300kg とか、世界一重量の重たい淡水魚としてギネスブックに載ってたりするお魚なんですけど、そのメコンオオナマズもこのパンガシウスの仲間です。で味わい食味としてはかなり水っぽいお魚だと思います。ナマズと近いね生き物であるタラとかもすごく水っぽいでしょ。ああいった感じでもうこのまんまフライパンで焼くと、おそらく冷凍っていうこともちょっと加味してるとは思うんですけど、フライパンに水がジュワッと出てくるぐらい結構水っぽい。でもそのおかげで水っぽいってことは火を通しても身がパサパサにならないので、すごくジューシーでモイスティーで柔らかいよっていうお魚がこのパンガシウスの仲間ですね。だからそれこそ香草パン粉焼きとか、あとフライとかムニエルとか、こういった調理法にものすごく向いているお魚だと思います。で一回コメントでパンガシウスっていうお魚食べた時に泥臭いなって感じたんですけど、何かいい方法ないですかっていうねご質問もらったことがあるんですよ。ただね、僕このパンガシウスとかバサを食べて泥臭いと思ったことが一度もなくて、多分それは個体が良くなかったのか鮮度の問題なのか、ちょっと僕はもう分かんないです。ただ泥臭いということであればそれこそ香草をつけてもらうとか、あと僕が好きなのは生の玉ねぎを合わせること。生の玉ねぎって独特の香りを持ってると思うんですけど、香りがねこの魚の持っている例えば磯臭さとか泥臭さ、こういったものをね結構ね口の中でとか鼻の中で相殺してくれるんですよね。だからもしパンガシウスが泥臭いなって感じられる方は生玉ねぎとかと合わせてもらうといいのかなと思います。でちょっとお話が長くなりましたけども、こちら食べやすいサイズ感にはいカットするだけで、どうしてもこう水っぽい密質が気になるわって方は一度こちら塩を打ってもらって15分とか30分とか置いてもらうと水がビシャッと出ますんで、それを一度拭ってから調理されてもいいのかなとは思いますけど、水っぽいは水っぽいで美味しいですよ。で今のこちらのパンガシウスのお話はですね、僕がよくネット記事それから YouTube なんかも拝見している釣りハックっていう
チームがいらっしゃるんですけど、こちらの釣りハックさんのネット記事に怪魚ハンターの山根さんっていうね、僕の大好きな方がいらっしゃるんですけど、この方が確かシンガポールにルーツを持ってらっしゃってて、タイとかでねナマズなんかの研究もされていた方なんですけど、その方のネット記事から知識を拝借してます。で今ちょっと悩んでるんですけど、こちら下味を打つべきか打たんべきか、なんか下味打ったら水分が出て衣がしなっとなりそうなんですよね。まあ揚げたて食べればいいか。はい、ですので塩コショウ。で僕今釣りハクさんのお名前をね今ちょっと出させてもらいましたけども、釣りハクさんの方のチャンネルにタニヤンが名前出されてましたよみたいなの書かんでくださいね。向こうのチャンネルさんにねご迷惑かかりますんでね。突然動画の内容と脈絡もないなんかようわからん福岡の大食い YouTuber の名前出されてもね、向こうの少佐さんは誰タニヤンってなりますからね。よし、じゃあこれであとは揚げるだけということで、はい、これで揚げたてをいただく味噌カツセットの出来上がりです。では実食編へ GO！ というわけで無事に完成するまであともう少し。では早速まず揚げちゃいましょうか。ではまず豚バラから。今油の温度は170から180度くらいでだいたい鶏もも肉1枚を丸ごと揚げて7分から8分くらいで揚げ上がるので、このくらいの厚みの豚バラであれば 4,5 分もあれば上がるかなっていう感じかな。とはいえ豚バラ肉って加熱しすぎちゃったなと思ってもあんまり硬くならないので、脂身がいっぱいあるから臆することなく 5,6 分いきます。よし、ならばいただきます。ほてった体にしみる。ではまず初手安定のお口の潤いで、こちらはお口の潤いと言えるのだろうか。正直ほぼ煮物に近いですよね。石川県のジブ煮、あれとすごく近いですよね、作り方はね。ジブ煮は鶏肉というよりかは鴨肉、あれに片栗粉じゃなくて小麦粉をね結構はたいて、でこう煮物を作るように作っていくんですけど、こちらは鶏肉に小麦粉を打つんじゃなくておつゆにねとろみをつけるっていう作り方ですけど、でもめちゃくちゃよく似てますね。違うところとすれば、ジブ煮はカツオと昆布のあちらのね合わせだしですけど、こちらはしいたけだしっていう感じではまず早速このトロトロのウリ、もうなんていうかね、物理耐久ヒンバスって感じ。あれだね、もう感覚としてはおでんの大根噛むたびにお出汁がジュワッと染み出てくるような。でやっぱ合わせだしじゃなくてしいたけだしなので、なんというかね、合わせだし以上にほっこりする。これはうまいわ。で今回煮込み時間を短くしてプリップリに仕上げた鶏肉、めちゃくちゃうまい。これなんだろう、この優しい味わいと鶏肉のお出汁、なんというかお雑煮味を感じる。これはうまいわ。もうほんと今時期ウリとかね冬瓜とか結構お安くスーパー並んでますんでね、ご機会がありましたらぜひ。では冷めぬうちに味噌カツでは今回の味噌だれにジャボンで、それっぽく真ん中のラインにごま、ごまが入ると一気に味噌カツ感出ますよね。なんというかつけて味噌かけて味噌、感じが出ると言いますかね。ではいただきます。
やばい、めっちゃうまい。いや、やっぱこの味噌うまいんだな。なんというかね、当然愛知県の現地でいただく味噌だれ、あちらもめっちゃ好きなんですよ。僕超大好きなんですけど、結構塩分しっかりと濃いイメージがあるんですけど、今回のこちらの味噌結構塩分控えめに作ってるんですよね。なんていうかお醤油の分量が少ないですんで、なんというかね、お味噌の香りの印象がすごい強くて、しょっぱいっていうよりも味噌の芳醇な香りが印象強い。だからもうそれこそ赤味噌で往復ビンタ食らってる感じ、超うまいわ。でやっぱこの豚バラの串なので脂身じゅわじゅわ、それがまた背徳感でたまらん。で今回こういう風に串にしてあげてるのは、現地でいただいた味噌カツがこういう串スタイルやったんですよ。でこれ食べやすいなと思って僕も今回ねこうやってやってみたんですけど、作ってみたらわかる。僕がいただいた味噌カツ、多分豚バラじゃなくてロース肉だったんですね。多分全然印象が違う。僕は豚バラ大好きなんでね、いいんですけど、次ロースを揚げるのが楽しみですね。はい、では一旦植物。よし、では続きましてこちらの長時間煮込み、おお全然違う。長時間煮込んだ味噌だれ。なんか長時間煮込むとシャバッとするんですね。多分これ油脂分が分離してよりサラッとしたんでしょうね。いやこれはこれで多分大食い選手の子たちからするとこっちの方が衣しなっとしやすいんで多分喜ぶと思う。多分試合だったらね。ではいただきます。ちょっとサラッとした分まとわりつく量がね全然違うんでね、さっきとね。でなおかつお味噌の香りというか全体的にこう柔らかくなっているので、個人的にはちょっと物足りないなって思ってます。今少し煮詰めたいなっていう感じですね。でもこれはこれで美味しいよ。もうちょっと煮詰めたら化けると思う。でも今もう煮詰めるのがめんどくさい。このまんまいきます。はい、豚バラ完売んでね、嘘ついてもしゃあないので端的にお伝えするとですね、僕やっぱ煮込まない方が好きだな赤味噌。おそらく僕がねあまりにも長時間、今回15時間ぐらい煮込んでるんで、そりゃ香り飛ぶよっていう作り方したのが僕が悪いんですけど、でもやっぱ長時間煮込まない方がね味噌の香りがしっかりと立つから僕としては好きかな。よし、では次行こう。ほい、続いてがロース。よし、今日はもうこっちの煮詰めない方だけでいこうかな。ちょっとこっちはもうちょっと煮詰めてまた後日自分でプライベートで食べます。多分そっちの方がこの味噌だれも本望だと思う。いやこれ熱いだろうな。やべ、バリうめえ。こっちですわ、僕がいただいたのは。いやこれうめえ。こうやって食べ比べるとやっぱ一層分かりやすいですけど、バラとロースって全然香り違いますね。もうそれこそとんかつの香りとサムギョプサルの香り、あれが全然違うように、味噌カツにした時はロースの方が合う気がする。バラも美味しいけど僕が次作るならロースかな。もちろんお尻側の赤身の強いところじゃなくて、多分ヘッド側の筋の強いところね、今回のやつ。はい、最高。はい、豚ロース完食。はい、次。よいしょよいしょ。はい、お次がナス。
これ絶対今日一熱いわ。まず一般的な黒のナスで、こちらが白。当たり前にうまい。ナスうめえ。もうナス天好きにはたまらないカツですね。この白ナスめっちゃうまい。なんかすんごく甘いんですが、今回の白ナスですね、長崎県のどこかは忘れたけど、なんかブランドの白ナスやったんですよ。なんかね、さつまいもみたいな甘さがする。これめっちゃ美味しい。じゃあもう味はお伝えし終えたので、はい、ちょっと食物。はい、ナス完売。はい、次。ほい。はい、パンガシウス。こちらはまず一旦ソースでしょう。あ、ふわふわ。抜群にうまいわ。最高です。海水の魚には持ち合わせないこの淡水の香りね。あ、これが泥臭いってことなのかな。僕にはとても泥臭いというふうには感じないけど、ほんと淡水のお魚のこの香りで、身はふわふわチュルチュル、内側からほとばしる水分ね。じゃあお次がお味噌。あ、甲乙つけがたし、もうどっちもお酒に合うし、どっちもご飯に合う。でも本心としてはここまでずーっとお味噌だったんで、ちょっととんかつソースを望んでいる自分がいる。てか今日ご飯炊いてくればよかったな。今日のメニューはご飯必須ですね。はい、パンガシウス完売。お次がラストでは、最後がエビですね。ちょっと綺麗に上がるかわかんないですけど、試しに1尾だけ。僕が前拝見したのは、この足先とかは特につけずに、ここに天ぷら粉で余分なお粉は払って、この状態で揚げられてたんですよね。なのでちょっとこれで揚げてみます。これ結構時間かかるだろうな。で、エビの天ぷらとかを揚げるときなんですけど、このエビの尻尾の先端、ここをこう広げながら、こうやって持ちながら揚げると尻尾が綺麗な形を保ちやすいんですけど、これはいけるかな？多分いけた。くれぐれも手はやけどされないように気をつけてくださいね。いいよ。いけるかな。まずは頭から、美味しいお塩を振りかけて、いけんことはない。このサイズでもいけるんだな。あれに似てるサワガニの素揚げ、あれくらいの歯ごたえですね。もしくは手長エビの手、あのくらいの歯ごたえ。
なんていうか、車エビの頭の素揚げだとどちらかというと日本酒飲みたいなとなりますけど、このぐらいバリバリだとビールの方が合いますね。じゃあ極太エビフライソースにしよう。でこちらはもう食べる前から分かる、確実に食べにくいのでナイフとフォーク。ブリンブリン。普段こんなね、食べ応えのあるというかバリンバリン跳ね返してくる感覚はね味わえないんでね、今回のエビ1尾2000円ぐらいするんですけど、これを高いと捉えるか相応と捉えるかは皆さんの感覚次第。個人的にはもうこれ唯一無二だと思ってるので、このサイズ感は僕は全然ありかな。ではあとも残りこれだけということで、じゃあラストスパート。ごちそうさまでした。いやー、うまかったね。もう朝方から撮影を始めてお昼になっちゃいましたね。良きランチでございました。で今回の僕の味噌カツのタレ、こちら豚骨スープ使ったりとかね、なかなか完全再現というのが難しいかもしれないですけど、今 Google なりなんなりで味噌カツタレと調べたらいっぱい出てくると思いますんでね、レシピがね、皆さんも愛知県に旅行に行った気分になられてはいかがでしょうかっていうところかな。ではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバイ。